こんにちはなのだ。この動画では同時期に誕生したライバル家庭用ゲーム機がなぜそのスペックになったのか、そしてその選択は本当に正しかったのかを見ていく。もちろんこれは結果論からの検証でしかない。でもそのあたりをゲーマー視点では正直どうでもいいが、プログラマーのディープで細かすぎる視点から深掘りしていきたいと思うのだ。今回は1987年に NEC ホームエレクトロニクスから発売された PC エンジンの話である。1980年代、ハドソンは任天堂のサードパーティーとしてボンバーマンやスターソルジャーなどのヒット作を手掛けていたことで知られている。しかしハドソンの開発陣はゲームのアイデアを考えれば考えるほどファミコンの性能では実現できない企画が増えていき、次第にファミコンの性能限界を強く意識するようになっていたのである。こうした悩みは当時他のメーカーにも少なからずあったはずだ。だがハドソンは違った。できないのなら自分たちでファミコンを超えるハードを作ればいい。そう考え、そして本当に作ってしまったのだ。それが1987年10月30日 NEC ホームエレクトロニクスから発売された PC エンジンである。ハドソンは自分たちがストレスなくゲームを作れる高性能なハードを求めていた。だからこそゲーム機の心臓部である CPU やグラフィックチップは自ら設計し、製造と販売は NEC に託すという選択をしたのだ。このプロジェクトに最初に関与したのはシャープである。ハードウェアメーカーであるシャープは MZ80 や X1、X68000 といったパソコンの開発に伴うソフトウェア部分の開発をハドソンに委託していた関係があった。その縁からチップ化される前段階の実証検証機の開発まではシャープが担当していたのである。しかしシャープは任天堂との取引関係を抱えていた。そのため最終的なチップ化及び製造はセイコーエプソンが担うことになったのだ。おそらくその裏には競合であるリコーがファミコンのチップ製造で成功していたという事実も影響していたはずである。そしてそのチップを使ったゲーム機を開発・販売してくれる企業を探すためハドソンはセガにも売り込みを行っていた。しかし最終的に家電分野への参入を狙っていた NEC と利害が一致し NEC ホームエレクトロニクスからの販売が決定する。発売直後は価格の高さや初期タイトルの弱さもあり思うように売れなかった。だがちょうどこの頃ファミコンの初期サードパーティーに与えられていた5年の優遇期間が終了し、年間販売タイトル数の制限などの問題からアーケードゲームを得意とする有力メーカーが次々と PC エンジンへ参入していく。 PC エンジンは当時としては超高性能でありアーケードゲームの高品質な移植を実現し、これが多くのファンの心をわしづかみで PC エンジンは国内で580万台を売り上げる大ヒットハードへと成長していったのだ。このような流れからわかると思うが、ハドソンのすごいゲーム機を手に入れたいという思いは半端なく激強だったことがわかるのだ。その思いを頭の片隅に置いて本題のハードの仕様を見ていくのだ。 CPU はファミコンで使用された6502を強化した 65C02 をカスタマイズしたもので処理速度が4倍と超高速になっている。そしてラムも4倍になっている。なんかファミコンの4倍は欲しいよねというプログラマーの感覚で決まったのではないかと考えてしまうのは僕だけだろうか。また実際のゲーム開発で欲しいと思っていた機能を CPU に追加している点が興味深い。一つ目は実際のゲーム開発で利用頻度の高いレジスタをゼロクリアしたりメモリのブロック転送をする処理を専用の命令として追加で実装しているのだ。ファミコンはコストを下げるために
機能を減らしていたが、 PC エンジンでは欲しいものをガンガン追加した感じなのだ。プレイステーションも CPU に命令を追加しているが、あちらは技術的にないと困るものであり、 PC エンジンのそれはプログラムで書けばいいじゃんというレベルのものも追加している。プログラマーの夢ではあるが、そこまでやるのかとにやけてしまう感じではあるのだ。2つ目は大容量カートリッジに関するものである。ファミコンでは大容量カートリッジを実現するために、カートリッジごとに MMC という高価な部品を搭載し、 CPU の指示でロムを交換して使えるようにした。対して PC エンジンはその部品を CPU に内蔵してしまったのだ。それも専用のレジスタを8個も追加し、16メガビットまで扱えるようにしている。しかしストリートファイター2ダッシュではそれでも足りず、ヒューカードに別途バンク切り替えのチップを積んで20メガビットを搭載した。ストリートファイターが特殊なだけなのだが、こんなこと設計時には想像もしていなかっただろう。3つ目は高度な割り込み処理の機能を追加していることだ。この辺りはゲームでしか使わないような機能なので、ゲーム開発者らしい発想なのだ。次はグラフィックの話である。 PC エンジンのスペック表の画面解像度でこのような数字を見たことはあるだろう。もしかしてこの数値を素直に信じていないだろうか。実はこれは半分正解で半分模塊なのだ。ちなみに R タイプは横352ドットであり、スペック表にない解像度だったりする。当時標準的であったブラウン管方式のテレビでは、ハードの仕組み上画面の隅に余白を入れる必要があり、テレビによっては表示しなかったり、物理的にカバーで見えなくさせたりしていた。一般的なゲーム機では解像度は固定されており、余白はハードウェアが自動で処理してくれる。しかし PC エンジンには固定された解像度という概念がなく、余白も含めた画面の解像度をプログラマーが自由に指定できるのだ。 PC エンジンの開発マニュアルで説明させてもらうが、これは画面の構成を説明する図である。赤がゲーム画面の表示範囲で、青が余白、緑が同期信号を出す時間であり、この合計が PC エンジンがテレビに送るデータの範囲である。プログラマーはこの4つの表示範囲の割合を変えることができるのだ。多分ゲームを遊ぶ消費者にこんなことを説明しても理解してもらうのは不可能なので、代表例として出した数値なのだろう。なお表示範囲を変えるだけでドットが細かくなるわけではない。なので横512ドットの設定は両サイドが 10% ずつ画面外にはみ出るだけなので、実用性はなかったりする。やろうと思えばできないことはないが、スペックを見たらすごいなと思わせたいだけの意味しかないのである。次に背景は1枚だけであり、ファミコンと同じである。そのため背景での多重スクロールができないため、アーケードゲームからの移植では多重スクロールがカットされることもあり、悔やまれるところである。しかしキャラクターごとに16色をセットとした16パレットで色をつけれたため、格段に美しい画面となったのだ。なおキャラクターを4色しか使えないが、より多くのキャラクターを登録できるというモードもあるのだが、これが使われたゲームは見たことがない。次にスプライトなのだが、同時表示枚数はファミコンと同じ64枚ではあるが、最大横 32× 縦64と大きいスプライトを表示できるのだ。さらにファミコンではスプライトは横に8枚までしか表示できないが、 PC エンジンでは最大 32×64 のサイズを最大16枚を表示できる。そのためナムコの源平東馬伝のようにスプライトを背景としても使用することで多重スクロールを実現するゲームが多かったのだ。少し残念な
たのはスプライトを背景として使うならキャラクタデータは共有しておきたいが、サイズが異なるため VRAM 上のデータの構成が異なり共有できないところである。なお、余白の期間に次の操作線での描画の準備をするので、余白を狭くすると最大表示枚数や横に表示可能な枚数は減っていく。このように解像度を調整されるとチップ開発時のテストが膨大に増えるので、ハードウェア担当としては触らせたくないところなのだ。 PC エンジンはソフトウェア開発部門が主導で考えたからこそ、ギリギリを攻めるチューニングができるようにしたのかもしれない。ちなみにセガはプログラマーに優しくない複雑なハードの使用から、ハードウェア開発部門が主導で考えたのだろうなと推測してしまうのだ。次に特徴のあるサウンドについてである。まず音の正体だが、物体に力が加わるとその物体は振動し、周囲の空気を揺らすことで空気の波、つまり音波を生み出す。この音波が耳に届くと鼓膜を振動させ、その振動を脳が解析することで音として認識されるのだ。空気の振動が時間の経過に合わせて強いとこと弱いとこが交互に届いたものが音なのだ。つまり音は波の強弱と時間の組み合わせなので、強さを上下の揺れとして時間の経過で並べるとこのような波の図で表現できるのだ。ファミコンではこの波を単純化し、四角と三角の波で音を出しているのだ。じゃあこの波をプログラマーの好きな形に変えられたら好きな音が出せるよねと考えたのが波形メモリ方式であり、 PC エンジンの前からナムコやコナミがアーケードゲームで使っている当時はメジャーな音源だったのだ。 PC エンジンではこの図のように 32×32 で波を表現できる。ここまでの説明でなんとなく分かっただろうが、ハドソンはすごいファミコンかつ開発者の自由度が高いファミコンでアイデアを実現したゲームを思う存分作りたかったという思いがしっかり伝わってくるのだ。今回はこれで終わりなのだ。次回はまた別のハードを見ていきたいと思う。では今日はここまで。バイバイ。